トイボールファクトリーです。いやー、買っちゃいました。寿屋 HMM ゴジュラスジオーガ。箱がでかすぎる。ここまで大きいプラモを作るのは間違いなく初めてです。初版は2016年に発売された寿屋史上最大ボリュームのキットで、パーツ総数約1400個弱、ランナー枚数90枚以上、Amazon の重量情報だと 6.7kg、 定価32,780円という化け物キット。オリジナルゾイド世代にとってゾイドといえばゴジュラスというほどの強烈な存在感を誇ります。まさか再販があると思っていなかったので、再販告知を見た瞬間、脊髄反射で予約購入してしまいました。ランナーから切り離したパーツを袋に入れて、パーツを入れた袋にセって書いた。このキットのランナー名はアルファベットでは足りず、カタカナも使えますよ。そして切り離したパーツがこちら。むちゃくちゃなパーツ数だな。1400個弱もあるのに、どのパーツも大きくてボリュームがとんでもない。ほとんど山だな。そしてこちらが各部位ごとのパーツに小分けした袋。パーツの選別だけで2日くらいかかりました。パーツの選別さえ済んでしまえばサクサク組み上がります。どんどん組み立てていきますよ。このキットは72分の1スケールということもあり、パーツが大ぶりで組み立てはとても簡単でした。いや、72分の1スケールだから簡単というのはちょっと違うかな。以前同シリーズのブレードライガーを組み立てたことがあるんですが、非常に組みづらくて時間がかかってしまいました。素組みで1週間ほどかかってしまった覚えがあります。実は動画に撮ってたんですが、ただただ苦行が続くばかりで残念ながらボツになりました。それに比べると素直な組み味でとても作りやすいキットだと思います。このゴジュラスジオーガの素体であるゴジラスのキットはゾイド生誕30周年を記念して作られたという経緯もあるので、作りやすさにもこだわったキットだったのかもしれないですね。間違えて組み立てないようにダボの形が工夫されていたり、一見はめ込んでしまうと取れなくなってしまいそうなパーツもダボ穴が貫通していて、裏からパーツを押して外せるようになっていたりと、分解しやすさにも工夫が施されていました。2013年発売のゴジュラスがゾイド生誕30周年ということは、2023年の今年はゾイド生誕40周年ということは、すごいキットが出るのかしら。ウルトラザウルス出ないかな。箱の大きさは少なくとも3倍かな。さすがに無理か。ウルトラザウルスがダメならデスザウラーでどうですか、寿屋さん。オリジナルシリーズをリアルタイムで体験していた世代の人には、アイアンコングやデスザウラー、ウルトラザウルスやマッドサンダーなどの大型ゾイドへの憧れは特別なものだと分かってもらえるんじゃないかな。とりあえずアイアンコングはすでに出ているので、そのうち作りたいな。そういえばオリジナルシリーズの大型ゾイドはみんな持っていたんですが、その昔引っ越しをするときに手ざまになってしまうので、泣く泣く処分をしてしまったことがあります。その時に結構な喪失感を味わったのですが、その反動なのか、どんどんこういうものを買うのに抵抗がなくなるようになりました。思い入れのあるものは手放しちゃいけませんよ、マジで。なんだか昔話ばかりしてしまった。このゴジュラスジオーガは最初のアニメシリーズであるゾイド、通称無印ゾイドに登場した機体なんですよね。ほとんど覚えてないんですが、配信もやってないので確認もできず、見た目はゴジラスマーク2の色が違うだけなのかな。アーバインが乗っていたようなというおぼろげな記憶がありますが、メイン機体ではなかったような。ジオーガの記憶は曖昧なんですが、ノーマルのゴジラスはあまり活躍してなかった記憶があります。
もっと活躍させてよという感情だけがしっかりと残っています。本当かな。ウルトラザウルスがめちゃくちゃ巨大になってて、あれは最高でした。何？無印ゾイドも20年以上前なの？完全に昔話じゃん。昔話をしているうちにやっと足が完成しましたよ。めちゃくちゃでかいな。オリジンガンダムさんと比較してみるとこんな感じ。これはやべえ。続いて胴体を組み立てていきますよ。パーツ多すぎるわ。部位ごとに組み立ててるんですが、部位ごとのパーツだけで机の上がいっぱいになっちゃうんですよね。規模がでかすぎる。ここまで来るとなんだか笑えてくるので、制作中は変な笑いが絶えない過程になりましたよ。幸せになれるキットだと思います。パーツが1400個弱もあるので、パーツの紛失もめちゃくちゃ怖かったです。基本的なパーツは大きいんですが、結構細かいパーツもあって、ランナーから切り離し忘れたパーツもちらほらありました。なので作っている間はランナーの処分もできないし、それを置いておくために箱も捨てられないしで、部屋が窮屈になって大変でした。組み立てるのは簡単なキットですが、とにかく時間がかかるのと制作場所の確保が一番大変なんじゃないかな。まあ最強ゾイドをお家に迎え入れるには仕方がないことですね。例によってゾイドカーなどのクリアパーツは仮組みの時には組み立てていません。傷がついちゃうからね。傷といえば全体的にパーツのはめ合わせがきつくて、かなり力を込めながら組み立てていました。指が折れるかと思った。さすが最強ゾイド、一筋縄ではいかないです。その巨体を支えるために看護を渋く調整しているのかもしれませんね。しかしパーツごとのディティールがすごい。ほとんど見えなくなるところまで彫刻がしっかりしています。そして胴体の完成。なんだこのドンキ。部位が組み上がるごとになんだこれって思っている気がする。さあやっと尻尾の組み立てです。尻尾が組み立て終われば、とりあえず本体の組み上がりかな。この尻尾も組み立てるの大変なんですよ。同じようなパーツが少しずつ小さくなっていくという構成なので、ほとんど大きさの差がないけど違うパーツというものが結構ありました。一応間違って組み立てにくくはなっていますが、組めちゃうところもあって行きつ戻りつという作業になってしまい、時間がかかりましたね。今作っている胴体に近い方のパーツはそうでもなかったんですが、これからが大変。尻尾の補助脚を取り付けて、ほらもう一回同じようなパーツですよ。これが4回続きます。どうです？飽きてきましたか？まだ続きますよ。どうです？退屈だったでしょう。眠くなりますね。尻尾の先端のビーム砲は収納ギミックがあります。マシンガンも折りたためるので小スペースになりますね。全体のボリュームから考えると誤差ですけど、尻尾全体を組み立ててキャップを取り付けて、なんだこれ気持ち悪い。ダライアスにこんなのいた気がする。本体部分は組み立て終わったので、武装を組み立てていきますかね。まずは背部ユニットから。本体に比べるといつも組み立ててるガンプラと組み味が似ている気がする。サクサクっと組み上がっちゃいました。続いてはオーガの補助脚。ゴジュラスガナーやマーク2量産型にもついてるのかな。巨大なバスターキャノン装備を支えるために大型の補助脚が追加されます。長大なバスターキャノンを支えるためにはでかい補助脚は必要なんでしょうね。追加パーツなのにこれ単体でも144分の1のガンプラより大きいのでは。
まあでかいことはいいことです。続いては AZ4 連装ショックキャノンの組み立て。こちらはとてもシンプルな組み立てで楽ちん。パーツ数も少なくてすぐ組み上がるので休憩したような感覚を得られました。さあクライマックス、ロングレンジバスターキャノンを作りますよ。ゴジラスマーク2が発表された時にめちゃくちゃかっこいい大砲がついてると色めきだったのを思い出します。今改めてオリジナルのゾイドを見るとそれほど大きくないんですが、 HMM のロングレンジバスターキャノンはその時に盛り上がった感情をもう一度体験させてくれるような長大さを誇ります。全長 360mm ですよ。企画した人たちは日本の住宅事情とか考えるの忘れてたんでしょうね。それは楽しい会議だったでしょう。組み立て説明書にデザイン画も掲載されているんですが、こちらも超絶書き込みで人をいいものにしよう、楽しませようという感じが伝わってきて最高です。そしてロングレンジバスターキャノンのこの長さ、どうかしてますね。あれまだ作るのと思った？まだまだ作りますよ。ミサイルポッドを作っています。胸の横につく追加武装です。センサーをスライドさせてミサイルハッチが開くギミックもあります。続いてはバックアップユニット。追加武装の動力を担う追加ジェネレーターという設定の代物。武装てんこ盛りですから補助が必要なんですね。エネルギータンクも装備してますよ。こういう説得力を増すような装備があると楽しいですね。しかしこのバックアップユニットをつけるとゴジラスの背びれを取り外さなければいけないのが残念。話なんかしてないですよ。続いては動力ケーブルの組み立て。同じパーツいくつあるんだよといううんざり体験をあなたにもお裾分け。似たようなパーツは2つまで競争としては許しがたい暴挙です。ヤスリがけのことを考えると心が折れるので考えない。はい、これをもう一本作る必要があります。ということで全ての部位の仮組みが終了しました。並べて組み立てていきます。ズームアウト。頭を取り付けて、これでとりあえず本体の完成。でかすぎて画角に収まりきれない。目いっぱい広角にしてるんですけどね。いやーでかいわこりゃ。早速追加装備をつけてもっとでかくしてやりましょう。ということでゴジラスジオーガの仮組み完成です。めっちゃでかい。小型犬くらいの大きさがあります。変な笑いがこみ上げてくる迫力です。これマジで塗装するの？もうバラして塗装前の処理を行っていきましょう。ガンダムさん、ガンダムさん。さてゴジラスのコクピットのパーツですよ。機械生命体なのにコクピットがあるのは今でも納得がいっていないんですが、とりあえず目に電飾を施しちゃいますかね。電池ボックスが890円。
模型用の電子部品はめっちゃ高いですね。電子部品屋で小型の電池ボックスを探したんですが見つからなかったのでこれを選びました。配線の手間を考えたら安上がりかな。LED モチュールが562円 ?100 個の値段じゃないか。時間もなかったのでこれで済むなら安いと思うことにしよう。電池を入れるだけで点灯。やっぱり楽ちん。お手軽に電飾できるのでいいですね。LED を置く位置をシミュレーション。なかなかいい感じ。ピンバイスで LED を通す穴を開けましょう。LED の大きさより一回り大きい穴をドリルで開けます。ここら辺かな。 LED を通してみると問題なし。頭部側にも穴を開けます。ダボとの位置関係を頼りに穴を開けて、穴がつながったかな。 LED を通してみるとうまく通った。これでバッチリ。細かい位置調整は塗装後に行います。ゲート処理を行っていきます。今回はパーツが1400個弱あるのでゲート処理はやらずに塗装しちゃおうかなとも思ったんですが、これだけの規模のキットを作るのは二度とないでしょうから、ゲート跡丸出しだとちょっと後悔が残るのではと思い直してゲート処理をすることにしました。まあ当然この後めちゃくちゃ後悔することになるんですけどね。何日かかったか覚えてないくらい時間がかかりましたよ。やる人は心のスイッチをオフにして無心になることをおすすめします。足だけでこのパーツ数ですよ。もはや致死量では。さあ、辛い工程は全カット。楽しい塗装の時間です。ちなみに塗装だけで30時間以上かかってますけどね。楽しいのか楽しくないのかもはやわからなくなるレベルの作業です。今回の塗装はゴジラスジオーガの配色ではなく、オリジナルゾイドのゴジラスカラーでもなく、僕の記憶の中にあるめちゃくちゃ強いゴジラスの配色で塗装していきます。言い方を変えるとおじさんの記憶違い配色ということになりますが、そうなると身も蓋もないな。フレームなどは下地に EX ブラック、その上にグラファイトブラックを塗装しました。本体色をメタリックカラーにするので、ここはより暗い色がいいかなとグラファイトブラックを選択しました。続いてはスラスター部。まずは EX ブラックで塗りつぶしてスターブライトゴールドを塗装。いい色。仏具っぽさがありますね。続いてはメタルカラーアイアン。スラスターをひっくり返してそのまま塗装。メタルカラーアイアンは隠蔽力が高く、下地の色はほとんど塗りつぶせるので、こういうズボラな塗装ができますね。バッチリ塗れました。続いてはサーフェイサーエボブラック。サーフェイサーとしてではなく普通の塗料として使っちゃいます。乾燥すると艶消しになるので、ゴムっぽい素材を表現するのにぴったりですね。再びの EX ブラック。装甲の塗装をしていきますよ。これはすねのパーツですね。いつも通り塗りにくいところから塗り始めて全体を塗りつぶしていきます。パーツが大きいのでめちゃくちゃ時間がかかりますね。高圧で吹けるコンプレッサーを使うと一気に塗れるので効率が良くなります。続いてはパールシルバーを塗装。装甲のすねや胸、コテ部分を塗装します。直接敵とぶつかりそうな部分を特別頑丈な素材で作っているという雰囲気を出すためにパールシルバーを選びました。そして EX ブラック。今回は EX ブラックを使ってないパーツはないんじゃなかったっけ。今塗装しているのは成型色がシルバーのパーツです。続いてはスターブライトシルバー。シルバーのパーツをシルバーに塗るというちょっと意味わかんない感じもありますが、
下地に EX ブラックを塗ることでプラスチックの透明感、専門用語で言うと表面化散乱というんですが、これを防げるので金属っぽくなるんですよ。そしてパールシルバーを塗装。下地が明るいスターブライトシルバーなので明るくきめの細かいシルバーになります。何度でも出てくる EX ブラック、今度は金色、銅色のパーツ、持ち手がつけにくいパーツをプラ板に貼って一気に塗装しています。とにかく物量が多いのでパーツ貼り付け用のプラ板を何枚も増設しました。続いてはスターブライトカッパ。いつもならスターブライトゴールドを塗装するところですが、今回はジオーガのまがまがしさの影響も入れてみようとカッパーを選びました。まだまだいくぜ EX ブラック。メインの装甲を塗装します。時々サーフェイサーを塗らないと塗装が剥げるのではと質問されるのですが、今のところサフレスにしたからといって塗装が剥げたことはないですね。クシャトリアはフローリングに落下しても傷一つついていませんでした。そしてスターブライトシルバーを塗装。ゴジラスといったらこのカラーですね。今回の塗装はオリジナルの記憶違いカラーなわけですが、ゴジラスガナーとも違う色合いなんですよね。どんな配色で仕上がるんでしょうか。自分でもようわからん。これで最後の EX ブラック。最後に塗装するのは成型色が茶色のパーツですね。ここもスターブライトシルバーにしてもよかったんですが、やはりまがまがしさを足したいという潜在意識がそうさせるのでしょうか。ガンメタルを塗装します。フリーダムを塗装した時にガンメタルが若干赤いということに気づいたので、オーガの影響を受けた感じにするならガンメタルを選ぶといいのではということで塗装しています。こうやって大面積に塗るとはっきりと赤みを感じますね。ナイス選択。防塵マスクの防塵フィルターがえげつないことになっていました。当然何枚も交換してますからね。マスクなしで塗装していたと考えると恐ろしいですね。さてさて、ここで新メンバーの紹介。ボルテックスターラーターボを購入しました。塗料の攪拌機ですかね。おじさんなのでもう手で塗料を混ぜるのも疲れたのよ。 USB をつないでスイッチオン。見ろよこの力強い攪拌を。スイッチオフ。攪拌自体にはそれなりに時間がかかりますが、他の作業中でも攪拌できるのでありがたいですね。文明の力におんぶに抱っこで生きていきたいトイボールファクトリーでございます。さあ、下出るカラーのお時間ですよ。ドライブラシ用の筆に塗料をつけてキムワイプで脱ぐ。塗料がもったいないですね。ドライブラシを行っていきます。フレームカラーに使ったグラファイトブラックが思ったより立体感が薄くて地味に見えたので、久しぶりにドライブラシをやってみました。余分なところについた塗料はマジックリンをつけた綿棒で拭き取ります。これでいいかな。比較してみると立体感が段違いですね。うまくできた。足の後ろ側にあるパーツ、これをガンダムマーカーメキシルバーで塗装します。ハザードランプやブレーキランプっぽいパーツですね。ゾイドはブレーキついてるんですね。塗り終わったパーツにクリアパーツを取り付けて、これでいい感じに明るくなりました。お次はデカールを貼りましょうか。今回はいつもの明日のデカールではなく、キットについてきたデカールを使います。72分の1なのでデカールの厚みも気にならないですし、寿屋のデカールはデザインのギリギリでカットされているので段差は目立ちにくいと思います。水に浸したスポンジの上にデカールを置いていきます。他のデカールを切っている間にスポンジの水分がデカールの台紙に染み込んでデカールのりを溶かして貼りやすくなります。そしてデカールのりを使って貼り付けていきます。またしてもプラモに夢中なおじさんが映り込んでおります。貼り付け作業が見えません。何やってんでしょうね。デカールの貼り付けが終わったようです。綿棒で圧着してティッシュで周りの水分も拭いました。きれいに貼れた。ある程度組み上げたパーツに電飾部品を仕込んでいきます。
大きめの穴を開けていたので特に問題なく LED を通せました。よかったよかった。とりあえず点灯。いまいちかな。もっと面で発光してほしいので2000番のスポンジヤスリでクリアパーツの内側をヤスリがけ。これでクリアパーツ全体が光るようになりました。今のままだと LED がブラブラしちゃうので LED をいい場所に固定する必要があります。余ったランナーを差し込んで瞬間接着剤を流し込み、瞬間接着剤効果促進剤で効果。パテとかの方が安全なんでしょうけど時短したかったのよね。無事に固定できたので点灯テスト。いい感じじゃない。そしてグルーガンの登場。ケーブルなんかの電子部品を固定します。ホットメルトガンとも言うらしいです。タイラップとかインシュロックみたいなもの。グルーガン派とホットメルトガン派で血で血を洗う戦いが行われているんでしょうか。そこに登場両面テープ。片手で切れて便利。電池ホルダーを接着します。電池交換するときに電池ホルダーを剥がすかもしれないので固定力の弱い両面テープを選択しました。こちらのスイッチの方は仮置きのために両面テープを使用。スイッチを貼り付ける場所をいろいろ検討したところ喉のパーツに固定するのが良さそうです。スイッチは強力に固定したいのでグルーガンを使用して固定します。200円のグルーガンだけど楽しい。高価なものだともっと気持ちいいのかな。反対側も固定。あれグルーが出ない。グルースティックが短くなってしまったのでグルースティックを爪楊枝で押すという暴挙。危ないので良い子はちゃんと予備のグルーを用意しましょうね。これで無事固定できたと思います。ぐちゃっとしてるけど見えないところなので気にしない。パーツを組み上げてスイッチオン。バッチリ。最高かよ。いいね。ナルンオイルということでゴジュラスをびっしゃびしゃに汚していきますよ。ゴジュラスはね汚したくなるよね。ちまちまやるのはもうめんどくさいので筆でどんどんびしょびしょにしていきます。ゴジュラスが泥んこ遊びをしている間にエアリアルの動画へのコメントを返していきますかね。また3ヶ月ぶりとかになってしまいましたね。前回も生存を危ぶまれましたが忙しいのにゴジュラスを作り始めてしまったのが運の尽き。ご覧の通りめちゃくちゃ時間がかかっております。当分はこんなペースが続くと思いますので心配性な方は僕のインスタを覗くのをおすすめします。たまに生存報告がてら制作途中の写真などを載せています。何を作っているのかわかんない写真ばかり上げて品種を買っていますがネタバレゼロの方針なのでそれでもよければ。それではコメント返し。傷をつけずにキットを組み立てたりポージングする方法を教えてください。どんなに気をつけていてもいつも傷をつけてしまいますというご質問。最近はあまり気にしていませんでしたがそういえば組み立てる時に傷がつきやすかったりしますね。いつもホコリよけにゴム手袋をしているのがいいのかもしれません。あとはホコリを払う時に使うブラシをタミヤのクリーニングブラシにすることですね。一般的な筆やホコリを取る化学繊維などは傷がつくこともあるそうです。組み立てる際にパーツが擦れて塗膜が剥げちゃうという質問もよくあるんですがパーツのクリアランス調整をするというのがよくある質問の答えなんですがクリアランス調整はめんどくさいのでほとんどやったことないんですよね。多分僕の塗膜がすごく薄いんだと思います。嘘です。ごめんなさい。切りました。金型職人さんの技術力の賜物です。配色がニューガンダムっぽいというコメントが多かったですね。確かにホルダーカラーはニューガンダムをオマージュしてたりするのかな、しないのかな。そういう想像も楽しいですね。ホルダーカラーを選択したのを褒めてくださる方も多くて嬉しいです。自分ならどういう色に塗装しようかなと思った時に何をモチーフにするか考えるのも楽しいですよね。
とりあえず赤く塗って後からこれはシャアがなんやかんやあって乗ったり乗らなかったりしたやつというのもありですね。最近光沢塗装やパール塗装にチャレンジしてますが、こんなに綺麗にできなくて悪戦苦闘の日々ですというコメントも。褒めたらのびるこです。ありがとうございます。どうやったらうまくできるかと試行錯誤する悪戦苦闘も楽しいですよね。今回は僕は物量に翻弄されていますが、出来上がってしまえば楽しかった思い出だけが残るので、どんどん悪戦苦闘していきたいですね。クリアパーツもテカテカに見えるのですが、何か手を加えたりしてるのですかというご質問。クリアパーツはフィニッシュプレートで磨いてますね。フィニッシュプレートはいわゆる爪磨きそのもので、こういう透明な樹脂をテカテカにするのが本来の目的なので、抜群の性能を発揮してくれていますよ。いつも部分塗装がマスキングによる塗り分けではなく筆塗りなのは何かこだわりがあるんでしょうかというご質問。答えは簡単。マスキングがめんどくさいからです。面倒なことから避けて生きていきたいトイポールファクトリーです。何度やってもデカール貼りが苦手です。うまくなる方法はありますか？あと筆塗り後の洗浄ってどうしてますかというご質問。水性塗料なら水洗いでもいいですし、専用の洗浄剤もあります。マジックリンでも洗えますよ。デカール貼りはデカール専用ピンセットを使うのと、水に浸した綿棒を使って貼ると貼りやすいと思います。あとはパーツを固定すると安定して貼りやすくなります。逆の意味でグフカスタムの動画もおすすめしておきます。エアリアルのブレードアンテナを取るとヘキサ感なくなりますねというコメント。それ V ガンダムヘキサに似てて量産機みたいに見えてたんですね。僕はそこに違和感を感じていたんだと思います。いやー、もやもやが晴れたようで気持ちいい。引け処理は目立つ部分のみ施工しているんですか？あとテッカテカ塗装にとっての大敵は何ですかという2つのご質問。引け処理は気になるところだけやってます。気にならないならやらなくていいじゃん。自分のために作ってますからね。テカテカ塗装の大敵は何でしょうね。気温かな。塗装部屋にエアコンがなくて夏はサウナになるし、冬は鬼ほど寒くて足の感覚がなくなるんですよ。そういう話じゃない？トイボールファクトリーさんの動画のサムネのようなキャンディー塗装した機体をかっこよく撮影する方法を教えてくださいというご質問。めっちゃ褒められた。ありがとうございます。高いカメラと高い三脚と大量の撮影用照明器具を使って札束でぶん殴るような撮影をすると手っ取り早いです。というと好感度が下がりますね。ちょっと難しい話をすると、テカテカ塗装は光の反射を鏡のようにまっすぐ跳ね返します。対して艶消し塗装は光を拡散して跳ね返します。艶消し塗装だと反射する光がぼやけるんですが、テカテカ塗装は光そのものを反射してカメラに映してしまいます。おじさんの顔が映り込んだりしますよね。あれです。ということは周りの環境がとても大事なんですね。なので背景を黒い布にして余計な映り込みを排除したり、照明で見せたい部分を強調したりすることでキットの良さを引き出したりしています。写真とは光を使って暗闇から物体を浮かび上がらせ、形を描写する技法です。模型同様むちゃくちゃ深い沼が待っていますよ。こっちも楽しいよ。おいでおいで。そういうのが面倒な人は黒い布の前にキットを立たせて斜め後ろからピャーッと照明を当てて撮影するといいですよ。手っ取り早い。今回はこんなところかな。いつもより多めにコメントを読ませていただきました。久しぶりだからね。いつも褒めてくださる皆さんもありがとうございます。褒めたら伸びる子トイボールファクトリーでした。まだ終わりじゃないよ。さあさあ、もうすぐ組み上がっちゃいます。ゾイドの魂関節キャップを取り付けていく。
頭にも取り付けて、かっこいい。各部位が組み上がったので、並べて全身を組み上げていきます。そういえば動画では初の寿屋のキット制作ですね。寿屋は今年で創業70周年だとか。おめでとうございます。実は僕が塗装をやり始めたきっかけは寿屋にあるんですよ。今はなき立川第一デパートにまだ町の模型店の風情を残した寿屋があった頃、お客さんが制作したキットが店頭に飾られていました。その中に黄色いスプレーで塗りたくったザクが展示されていました。僕はこれに感動してしまったんですね。周りには超絶技巧の改造を施したキットがたくさん並んでいる中で、その黄色一色のザクがとても輝いて見えました。なんて楽しそうなんだと。これを作った人は楽しかったに違いないと感動してしまいました。スプレーで塗るだけでもプラモは楽しいんだと気づかせてくれたんですね。手間をかけて作らなきゃいけない、上手に作らなきゃいけないと思い込んで動けなくなっていた僕にはとても衝撃的な体験でした。それからだいぶ時間が経ってしまいましたが、自分なりの塗装を楽しめるようになって、あの時の黄色いザクを見たことが本当に良かったなと思っています。楽しいのが一番というつもりで、これからもいっぱいプラモを作っていきたいですね。そして動画よ。なんじゃこのめっちゃかっこいい物体は。おしゃべりしている間にとんでもないもんが組み上がってないかい？めちゃくちゃでかくて重量感のあるものがどんどんでかくなっていく。そしてはめ込みが硬い。塗膜のせいかな。組み立てるのにかなり時間がかかってます。手袋の中が汗でびっしょりです。頭を取り付けて、これでゴジラスジオーガ、僕の記憶のゴジラスカラーの完成です。めちゃくちゃかっこいい。なんだこの満足感。プラモを作ったというよりは建造物を作ったかのような達成感に満たされています。もともと重みを感じるメタリック塗装だったものに汚しを入れたことで、さらに重量感が増しました。まあ実際かなり重いんですけどね。いやー、やべえもん作っちゃったなこれは。最高だわ。ということで今回はおじさんの昔話じゃなかった HMM ゴジラスジオーガをオリジナルカラーでギラギラに塗装しました。子供の頃のゴジラスに対する同型の記憶を元に施した塗装、僕にとってのこれこそゴジラスというものに仕上がりました。子供の頃の僕にこのゴジラスを渡したら失神してしまうんじゃないでしょうか。っていうかおじさんも嬉しさに震えております。ということで HMM ゴジラスジオーガメモリアルオリジナルカラーのギラギラ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。めちゃくちゃかっこいいわ。最高。